なあ、ちょっと聞きてんだが、さっき薬草を抱えて爆者をうろついてた小僧はおめえの連れか？ああ、やっぱりそうか。さっき一緒にいたのを見かけたんでな。悪いが、後であの小僧に礼を言っといちゃくれねえか。いや何、わしの部下が怪我しちまったところを手当てしてもらったんだが、礼を言いそびれちまってな。あの若い先生に懲罰帰化の天意が礼を言ってたと伝えてくれや。よろしく頼むぜ。董卓は敵にも味方にもしたくない。呂布だとよ。この機に紹介しておきたい者たちがいる。李天と学士、どちらも役に立つ男だ。俺は李万世。なんとなくだがあんたとは仲良くやれそうだ。岳文賢です。あなたと共に戦えることが楽しみです。こいつらの他にもだいぶ新顔が増えた。ありがたい話だぜ。最初はどうなることかと思ったがな。おや、皆様お揃いで、私も混ぜていただけますかな。お、貴殿は確か。申し遅れました。私は陳光大。曹操殿の挙兵に従い、馳せ参じた次第です。元は董卓に仕えていたやつだ。董卓から逃げる時に陰で力を貸してくれた。いえいえ、礼儀は及びませんとも。義心や善意で寝返ったわけではありませぬゆえ、董卓殿よりも曹操殿のもとについた方が我が知略を生かすことができると踏んだまで。こいつらの他にも各地から多くの者が集いつつあるようそういや、黄金討伐の時に見かけた連中もいたな。お前の知り合いも来てるんじゃねえか。だ。出陣までまだ時がある。行ってみたらどうだ。黄金討伐でも活躍した孫権様が来るとはついてるぜ。久しいな。おおよそのいきさつは曹操殿から聞いているぞ。董卓がこれほど都を争うとは、我らが思っていた以上に危険な男であったようだな。黄金の時よりはやりやすいだろう。難しいことを考えなくて済むしよ。悪党をぶっ飛ばしゃいいってのは、その辺の底を退治するのと変わらねえ。簡単でいいぜ。おめえもなかなか分かってきたな。おめえもあちこちで戦ってちった強くなったんだろ。一緒に戦えるのを楽しみにしてるぜ。先行が欲しくとも死に急ぐなよ。またあったな。お前ならば必ずや参じると思っていたぞ。皆に顔を見せに来てくれたのか。殿ならさっき軍議に出向かれたぞ。王も諸侯が集まると何をするにも話し合いだなんだで骨が折れるよな。しかしお前も曹操殿らと共にいろいろと苦労したそうではないか。苦労こそが人を育てる。お前の成長ぶりに期待しているぞ。
董卓は敵にも味方にもした。少し良いか。お前に話がある。我ら連合軍の兵士はその多くが諸侯が独自に抱える者たちだ。だが今いずれの諸侯にも属さぬ義勇の友集っている。話というのはその者たちについている。彼らをどのように編成するか私が任されたのだ。数はわずかだが義心ある者ばかり。お前がその統括をするのはどうだ。やってくれるか。その目は戦況を正しく見抜く。的確な判断を下すだけの才もある。そして何よりお前は諸侯の思惑の外にいる。お前ならば必ず任を果たせよう。私はそう信じている。ああ、頼んだぞ。では九段の兵たちに引き合わせよう。あなたが我々の隊長ですね。よろしくお願いします。我ら武芸者もいれば先頃まで田畑を耕していた者もおり、出自は様々です。ですが世の中をいくらかでもマシにしたいという思いは同じ。どうかよろしくお頼み申し上げる。黄金討伐でも活躍した孫権様が来るとは。こんなところで奇遇だな。ちょうどいい。暇を持て余していてな。少し話に付き合え。猛徳が久しぶりに試作に没頭していてな。邪魔するのも野暮と出てきたのだ。猛徳はその道でも天才だ。だが俺にも詩経を読めなどと勧めてくれ。人には向き不向きがあると思うが、あるいはお前なら付き合ってやれるか。仲間がいて安心したわ。猛徳は今各地の豪族から支援を取り付けようとしていてな。兵や物資の調達、輸送路の確保、この先に備え撃てる手は撃っておこうという腹らしい。それで膨れ上がった軍をどうにかするのが俺の役目よ。まったく猛徳め、面倒ばかりを押し付けてくれる。そう見えるか。実際否定はせんが、お前が猛徳のもとにいれば俺も少しは楽をできるのだがな。董卓の一件を覚えているか。あの状況で臆せん胆力、恐れ入ったわ。なおさらお前が欲しくなった。猛徳の将になる気はないのか。早くせんと席がなくなるぞ。猛徳が何を考えているのか俺にも全てわかるわけではない。だがこう見えて信じていてな。そう猛徳という人間を、その行く先を見届けるのは面白かろう。そう思わんか。長話が過ぎたな。猛徳の新作も出来上がっている頃だろう。俺が一番に聞いてやらねばならんからな。そろそろ戻るとしよう。
ここは俺のおごりだ。あとはゆっくりしていけ。先行が欲しくとも始めるぞ。良いか。これいやいかん。幸福出るぞ。行くぞ。我ら大義のもとに堂々と突き進まん。まずはこの止水管を抜き落葉へ迫るのだ。参りましょう。あなたの身は我らがお守りします。諸侯が一斉に。我らも遅れは取れん。行くぞ。今進め進め。我らが止水管へ一番乗りを果たすのだ。敵将討ち党を取り戻したよ。再び劣勢に陥らぬよう気を引き締めよ。名門遠距正当たるべしがお詰めだと。親分に先んじられるなどちっとではないよ。敵将討ち取った。危ない。さあ行くぞ。俺たちが先駆けとなり敵陣を食い破るのだ。読み通りだな。ここから先走った奴らの背後をつくぞ。見事な戦ぶりだ。もはやここまでか。頑張った方か。娘は本日軍はどうした。なぜ誰も来ない。せいぜい座右を誇ってみせる。もはやここまでか。いつまでも雑魚にかかずらってはいられん。ここは味方に任せ我らは先へ進むぞ。進軍開始。この戦いどうにも嫌な感じだぞ。敵がどうこうってやる味方だな。これ以上は持たぬか。敵将討ち取った。頼む。よし、ここは我らが制圧した。この勢いのまま止水管を落とすのだ。手柄を独り占めさせるんだ。我らも続け。進軍開始。これでいい。我らはあなたに従う。さあ指示を。開けよう。この海遊がいる限り止水管は抜かせねえ。討ち取った。さあかかってきやがれ。強すぎる。なんだ手応えのねえやつだったな。次来い次。バカ
かな。こいつ化け物か。どうしたもう終わりか。連合軍も大したことねえな。こんなところで敵将打ち取った。でね敵将海軍により味方が次々と敗走。何？たった一人に何というざまか。さすがは海王殿。この機にこちらも攻め手を動かしてみようか。進軍開始だ。ここで終わるわけには。持ち直せたよ。敵将だが討ち取った。この先の流れが肝要だ。窮地を脱したか。黙ってはいけない。今だこらえよう。敵を撃ったが先を王を争った敗走を重ねると周期数を揃えただけではやはり足りぬか。どこで読み違った。この時を待ってこれで決まりだ。敵将なんという強さ。ここは引く。やるな。我が賛辞をありがたく受け取るがいい。きつくてなんとかなるはずだ。慢心していたか。ここは引くとしよう。そういう働きを敵視をされるために大切なことだ。敵将討ち取った。正面の攻め手は十分だ。俺たちは別方面から仕掛けるぞ。に向かっています。敵の接近が分かったのは大物。不意をつけば俺たちでも撃退できるの戦線は十分に押し上げ、今こそ止水艦の敵を撃つのだ。進軍を始めるといい。止水艦は要害強度。突破には時を要するだろう。その間、矢の雨でも降ってきたら大事です。まずは遠方から宝石で牽制するのが良い。ここで様子を見るとするか。宝石の用意ができたようだ。始めるぞ。敵将岩が飛んでくるぞ。助けてくれ。この地は制圧した。調子が出てきたな。楽しくなってきたぜ。敵増援の到着までに砦を制圧するぞ。私を信じよ。いいだろう。今こそ突撃を。俺たちも行くぞ。敵の横腹に食いついてやれ。まずは神生殿と合流するぞ。
敵が油断してるところに突っ込むぜ。エイと超貴様のお出ましよ。こっちからも敵が。吠えるだけの雑魚に用はねえ。この海友の相手になろうってやつはいねえのか。やるじゃねえか。ここからが本気の勝負だぜ。敵将打ちとやるじゃねえか。貝を打ったことちなみに思えよ。誰ぞが海運を討ち取ったか。その分存分に褒めたたえよ。ちょっと準備だ。俺らの本気を見せてやろうぜ。敵が油断してるところに突っ込むぜ。エイと王子様のお出ましよ。敵将討ち取った。敵将討ち取ったり。こっちからも敵。これじゃ逃げ場がねえ。この席をすやすと抜けると思うな。この過文化にあったのがあんたの風に置いてきた。敵将討ち取った。敵将討ち取った。きつい。一つゼロ。我が輩が討ち取った。見事な勝利だ。皆よくやってくれた。
ひとまず止水艦は抜いたか。骨の折れる戦いだったが皆よく戦った。恐縮です。この試練の戦で私も成長できました。戦う前から嫌な予感がしてましたからね。何にせよ勝ててよかったですよ。それでお聞きしておきたいんですが、本当にこのまま軍を進めるんですか？今はそうせざるを得まい。ここで異を唱えて足並みを乱せば連合が瓦解しかねん。炎術、炎章、孫権、今はあちこちの陣営に火種がくすぶっている。警戒し合っているからこそ互いの邪魔をせずにはいられんのだろうよ。我らも人事ではいられまい。所詮よりこの始末では董卓の討伐には至らぬかもしれんな。なあ、やっぱりさっきの演術の動きはひどくないか？あんなことをされたら殿も怒って当然だ。ああして身内の足を引っ張るとは名高い円家も落ちたものだ。そうした話は聞いたことがないな。おそらくあれはもっと単純な話であろう。殿に活躍の場を奪われたからとかな。だとしたらますますひどい話だぞ。おかげで殿も俺たちも死にかけたんだがな。こたびの一件には殿も腹を立てていらしてな。炎術殿に抗議してくるとおっしゃっていた。董卓討伐、どうやら前途多難のようだな。炎術殿、一体なぜあのような真似を？あのようなとは？もしや先ほどの敵への対処のことか？我らには本陣の守備という大事があった。前線に突出した者たちに気を回す余裕はなかったのだ。突出？確かに我らは先鋒を買って出たが、それほど本軍から離れたつもりはない。そうだったか？ならばわしの勘違いだったかもしれぬな。炎術殿、この際はっきりと言っておく。俺が出過ぎた真似をしたというのなら謝罪する。だがくだらん理由で俺の身内を危険にさらすのは許さん。くだらん理由とは何じゃ？まさかわしが一介の小役人を妬みでもしたと？だがこれは忠告だ、孫権よ。むやみに吠えずおとなしく伏せておれ。長生きをしたいのならな。やるじゃねえか。悪くねえ働きだったぜ。ああ、見事な活躍だったぞ。もちろん運長、欲得もだ。だが俺としては連合軍の足並みが揃わないことが少しばかり不安だな。そうだといいんだが、袁紹殿が名士として連合軍をまとめることを快く思わない者たちもいるようだ。連合軍も一枚岩じゃない。先の戦で早速それを思い知らされた。同じ目的のもとに集ったといえば聞こえは良いが、各々の思惑があるのであろう。天下を憂う者、劇に心を動かされて立った者、董卓の後釜に座ろうとしている者、皆が何かをなそうとしているからこそこのように争うことになる。たくよ、せっかく勝ったってのに何をそんな辛気臭い顔してやがるんだ。他の連中がどうのこうの言おうと
俺たちのやることは変わらねえ。そうだろ？さすがは欲得だ。その割り切りの良さ見習わなくてはな。よし、次の戦に備えて英気を養うとしよう。あなたの勇姿惚れ込みました。お供してもいいですか？